ワールドウォー2疑惑にようこそ。1942年の1月、マレー半島です。鉄壁のはずだったイギリス軍の防衛線がたった数時間で崩壊したという出来事がありました。今回はですね、このスリムリバーの戦い、常識を破る夜間の転写奇襲で、戦況を一変させた島田少佐率いる転写隊、このまさに電撃的な突破作戦を深掘りします。いかにして敵の意表を突き、心理的にも組織的にも崩壊させたのか、このショックアクションとも言われる戦術、そして戦闘の経過、さらには指揮官のちょっと変わった経歴まで深く掘り下げていきます。もし今回の分析楽しんでいただけましたら、ぜひ高評価をお願いします。それから最新情報を見逃さないようにチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。さて、1942年の初頭、場所はマレー半島です。日本軍は上陸してから半島を南下していました。そうですね。対するイギリス軍はカンパールとかいくつかの地点で抵抗を試みるんですけど、結局はじりじりと後退を続けている、そういう状況でした。で、そのイギリス軍の中でもかなり消耗していた第11インド師団がこのスリム川のラインでなんとか日本軍を食い止めようとしていた。そこで新しい防御線を敷いたわけです。ただ現場の地形というのがこれがまた厄介でして、見通しが悪いジャングル地帯を一本の道路が貫いているだけと。防御側にも攻める側にもやりにくい地形ですね。まさしく。で、そのイギリス軍の防御なんですけど、これはそれまでの日本軍の戦い方、特に得意としていた側面からの回り込み、これを非常に警戒していたんですね。なるほど。なのでその道路沿いにすごく深く何層にも防御拠点を配置した、いわゆる重心陣地を構築していたんです。かなり念入りな。主力は第12インド旅団と、それから精鋭と言われる第28グルカ旅団でした。ただ面白いことに、この時点での攻撃正面の日本軍の兵力っていうのは必ずしもイギリス軍より多かったわけじゃないんです。そうなんですか？でもそれまでの連戦連勝で得たその勢いというかモメンタムは完全に日本側にあったんですね。なるほど、勢いがあったと。そんな状況で今回の鍵となるのがショックアクション、あるいはショックタクティスという考え方ですよね。そうです。これを単に物理的に叩くっていうだけじゃなくてですね、そのスピードとか奇襲性、攻撃性によって敵の心理状態を揺さぶって、組織的な抵抗能力そのものを奪ってしまうという思想なんです。歴史を遡っても、例えば強力な騎兵の突撃とか、もっと近代で言えばそのドイツ軍の電撃戦ブリッツクリーグなんかも非常にリスクは高いけれども、成功すれば絶大な効果を生む戦術として存在してきました。で、スリム川の状況というのはまさにこのショックアクションが効果を発揮する舞台になったと。劇的にですね。実は日本軍の最初の偵察攻撃みたいなものはイギリス軍の準備された陣地に阻まれてるんです。最初はうまくいかなかったんですね。はい。そうなると普通ならまたいつものように側面から回り込もうかと考えるところですよね。ですよね。ところがここで登場するのが、その時配属されていた戦車部隊97式中戦車と95式軽戦車合わせて17両、これを率いていた島田豊作少佐なんです。島田少佐、彼がもうとんでもない提案をするわけです。それは夜間に戦車を主力にして敵の防御陣地のど真ん中、道路をまっすぐ突破する。それはかなり大胆ですね。リスクはもう計り知れないほど高い。でもこの計画こそが先ほど言ったショックアクションの要件、つまり夜明け前、戦車主力の正面突破、奇襲性、次々と防御線を破っていく迅速性、そして敵の抵抗組織をもうめちゃくちゃにする攻撃性、これをまさに体現していたわけです。そして運命の1月7日午前3時半、えらい雨が降っていたそうですね。激しい雨音に紛れて攻撃が始まりました。まず工兵が暗暗闇の中でこっそり障害物を除去していくんです。そして島田少佐の命令、時速8キロ、車間距離10メートル、突入せよ前へ。これで戦車隊が第一線にいたハイデラバード連隊の陣地に突っ込んでいくわけです。この最初の接触がもう完全な奇襲でした。通信線もすぐに切断されて、後方への警報も組織的な反撃の指示ももうほとんど届かない状態になったようです。島田戦車隊はこの最初の抵抗戦を割とあっさり突破します。まさに電撃的ですね。もう勢いは止まりません。
次のパンジャブ連隊の陣地では地雷とか火炎瓶で抵抗されて一時的に足止めを食らうんですけど、後続の戦車はすぐに迂回路を見つけて前進を続けるんです。さらに進むと今度はアーガイル&サザーランド・ハイランダーズっていうスコットランドの、有名な精鋭連隊にぶつかるんですが、ここでちょっと信じられないことが起きるんです。彼らは最初近づいてくる車両を友軍の装甲車だと誤認してしまうんですよ。それは致命的すぎる。気づいた時にはもう手遅れ、この精鋭部隊も分断されて大きな損害を受けてしまいます。そしてさらに衝撃的だったのは、その先の道路上でまさに前線に向かって移動中だったイギリス軍の増援部隊ですね。第54パンジャブ連隊とか第21グルカ連隊とか、それを捕獲してしまうんです。うわー、それはすごいですね。全く無防備な歩兵の列に対して戦車からの機関銃掃射、これはもう壊滅的な効果をもたらしました。準備された陣地だけじゃなくて移動中の部隊まで。しかしなぜこれほど一方的な展開が可能だったんでしょうか。やっぱりその奇襲によるショック、それと何よりも敵に対応する時間とか余裕を与えないスピードとテンポ、これが大きかったと思います。一つの抵抗線を突破したら休む間もなく次の目標に突進する。防御側からすると何が起こっているのか正確に把握して、さあどうしようって考える間もなく次から次へと突破されていく。心理的なパニックも相当なものだったはずです。ではこの一連の戦闘がもたらした結果、その影響というのは最終的にどういうものだったんでしょうか。まず直接的な結果としては、イギリスの第11インド師団はもう戦闘能力を完全に失いました。人的な損害は約3200名と推定されていて、3200名。鹵獲された装備も膨大で、戦車とか装甲車が80両以上、大砲なんかも100門以上、それに小銃機関銃、弾薬なんかも大量に。そして何より大きかったのは、スリム川とその先の2つの重要な橋が無傷で確保されたことです。これが後の日本軍の迅速な南進を大きく助けることになります。イギリス軍側から見たらこれはもうとんでもない衝撃だったでしょうね。まさにこの島田隊の攻撃を敵ながらほとんど無謀とも言える勇敢さと決意だと評して感嘆したなんていう記録も残ってるぐらいです。これは単なる一つの戦術的な勝利にとどまらなくて、マレー半島の中部におけるイギリス軍の防御計画全体をもう根底から覆すものだったんです。戦略的なレベルでの影響も非常に大きかったわけですね。計り知れないですね。この敗北によって首都のクアラルンプールへの道が事実上開かれてしまって、結局クアラルンプールは抵抗を受けることなく陥落します。無抵抗で。はい。イギリス軍は大規模な後退を強いられて、防衛線を一気にマレー半島南端のジョホー州まで下げるしかなくなりました。このスリム川の戦いがマレー半島の戦いの行方を実質的に決めてしまったと言っても言い過ぎではないかもしれません。すごい戦いだったんですね。ではこのある意味常識破りの作戦を立案して見事に成功させた島田豊作少佐とは一体どういう人物だったんでしょうか。この大胆な発想はどこから来たんでしょうね。彼の経歴がですね、実はかなりユニークなんですよ。陸軍士官学校は歩兵科を卒業してるんです。その後一時的に戦車に関する教育も受けてはいるんですが、このスリム川の戦いの前の約4年間ですかね、満州の独立守備隊とか国境守備隊に勤務していて、実は戦車部隊から離れていた時期があるんです。それは意外ですね。そうなんですよ。でも島田少佐さんはこの期間に純粋な歩兵としての戦闘指揮とか、あとは装甲列車ですね、あれの運用とか国境地帯での防御陣地の構築とか、そういう多様な実務経験を積んだことが後の自分にとって非常に役立ったと回想してるんです。彼自身この時期を振り返って、典型的な戦車一筋の将校とは違うユニークな視点とか洞察を与えてくれたというふうに感じていたみたいなんですね。なるほど。その多様な経験があったからこそ、あのスリム川での普通じゃない作戦が生まれた可能性があると。歩兵の戦い方も知っている。工兵がどうやって障害物を処理したり陣地を作ったりするかの重要性も分かっている。そして装甲、その突破力も理解している。これらの要素を一つの兵科の視点だけじゃなくて、もっと広い視野で組み合わせる、いわゆる諸兵連合の発想が自然と身についていたんじゃないかと。諸兵連合。それがあのスリム川での夜のアンクラミをついて戦車を先頭に突っ込ませて、歩兵と工兵がぴったりくっついて続く、
という独創的な作戦計画に結びついたんじゃないでしょうか。いやー、非常に興味深いですね。専門分野から少し離れた経験が逆に新しい視点を生むっていうのは、なんだか現代の我々にも通じるような話かもしれないですね。まさに。今回の深掘り、皆さんいかがでしたでしょうか。もし少しでもお役に立てたなら、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。